今回はデュエマの新章開幕を記念して、新スターターの邪神フロムアビスのカードを使用した、新デッキを4戦紹介しようと思います。安くデッキを変える初心者に優しいスターターですが、今回のスターターのカードは性能が高く、様々なデッキで環境、ファンデッキともに活躍しています。今回は初心者、復帰勢、環境勢、誰もがスターターを買いたくなるような動画になるよう、頑張って新スターターの魅力を伝えたいと思います。それでは本編へ移ります。まずは新主人公ウィン君が扱うこのデッキ、アビスロイヤルデッキについて紹介いたします。新能力アビスラッシュによって墓地から、自在にクリーチャーを展開し奇襲を仕掛けられるこのデッキ、ここの能力が非常に高く、スターターのカードだけでも、墓地肥やし、除去を行える受け札のハンマダンマ、闇文明の基本墓地肥やしとアビスラッシュを備えた、初動のゲルエール、同じく墓地肥やしに加えアビスの回収能力を備えた、3コストのフォークフォックなど、非常に安定感のあるカードが揃っています。スターターから多数のカードが採用されているため、アビスデッキを組みならスターターを買って損はないです。このデッキは基本的に邪神入などで早期に邪神帝を出し、そこからアビスラッシュの効果で展開して戦うデッキになります。詳しくは別の動画でも解説したためここでは省きますが、除去、受け、妨害、どれをとっても優秀なカードが揃っているため、墓地さえ増えればどんな盤面でも継続的に戦えるため、プレイヤーの思うような展開ができるのではないでしょうか。若き大長老アプルが出てきたら全力で叩き潰しましょう。続けて現在の環境トップ筆頭、相手を不快にさせる達人アナカラーハンデスの紹介です。ハンデスというデッキは太古から多くのプレイヤーを苦しめ、相手の手札を借り尽くし、どんな強力なクリーチャーでも、どんな強力な呪文でもお構いなしに、何か動きをする前に叩き潰す悪魔のデッキですが、超次元が活躍したエピソード期には、ターン開始時にコストの3以下のクリーチャーを蘇生する、シャチホコカイザーと合わせ、毎ターンハンデスをしたり呪文を回収して使い回すなど、シャチホコを破壊するまで延々とリソース差をつけられる、悪夢のような時代がありました。しかしカードパワーのインフレとオリジナル環境の台頭により、シャチホコに苦しめられる時代は終わりましたが、今回めでたくシャチホコに代わる強力なカードが登場しました。それが深淵の支配者邪神です。効果はシャチホコの上位互換で、任意で墓地を肥やし、任意で文明指定なしで3以下のクリーチャーを好きに蘇生できます。しかもこれは進化でも構いません。スターターに入れるにしては悪魔的で破壊的な性能をしています。しかもこのカードは魂度クリーチャーという、新章の新ギミックを採用しているため、場にクリーチャーと魂度が合計4体並ぶまでは、魂度として扱われるため、カード指定除去でないと破壊することができず、その場持ち性能はシャチホコの比ではありません。ハンデスというデッキは自壊するクリーチャーを使い回すため、盤面をそれほど並べないのでほぼ魂度で残ります。それでいて、いざ攻撃するときは9000の2打点という、とても4コストのクリーチャーには思えない火力なので、なかなかに侮れません。真っ先に除去したいカードですが魂度のため、除去方法に乏しく、ハンデスというデッキ性質上、手札はほとんど狩られるので、リソース確保も優先しないといけません。非常に厳しい戦いを強いられることになります。このカードが出るだけでそれ以降は、大きなアドバンテージを取られ続けるので、墓地メタやカード指定除去は必須でしょう。3コスト以下で文明指定なしで広く蘇生できるため、ハンデスデッキのクリーチャーはほぼ全て対象になっているのも、デッキ相性がよく無駄にならない構築と言えます。デュエマ界の塩子と、何にでも合うデドダムはもちろん、ハンデスのジェニー、加速もできるベラドンナ、メタを展開できるオニカマスなどの2コスクリーチャー、墓地をほぼ手札のように扱い、状況に合わせたメタを自在に出せるのは恐ろしいです。ターン開始時出してからマナを自由に扱えるので、動きに幅を持たせられるため非常に強化です。そうしてアドバンテージをどんどん稼ぎ、最後はジャオーガを出して相手を吹き飛ばす。現代のハンデスはカードパワーが非常に高くなっています。900円で買えるスターターにしては OB スペックすぎる、深淵の支配者邪神採用型ハンデスの紹介でした。闇文明といったらまさにこのデッキ、墓地利用の代名詞墓地ソースのご紹介です。殿堂前まではグルメジャイアントを利用した、グルメ墓地ソが主流でしたが、今回紹介するのは昔ながらの稼ぎ方、2コス3コスのカードで墓地を順当に増やしていく構築です。その動きに無駄なく採用されたのがスターターのハンマダンマでした。4コストと初動としては遅いものの受け札としての側面も持ち、
効果は出た時に3枚墓地を肥やして、その枚数よりコストが小さいクリーチャーを1体破壊するもの。速攻相手でも自身で墓地を肥やせるため無駄になりづらく、後半なら十分すぎるほど墓地が増えているため、ほぼ全てのクリーチャーを破壊できるようになります。墓地ソースはアプルなどを除去できるカードが必要なため、受けとしても使える軽量クリーチャーは非常に重宝されます。初動はアフロイキマスやアバク、オブ8号で墓地を増やし、メタクリーチャーはハンマダンまで除去。その後、大型クリーチャーを展開する。もしくは 5000GT でメタモロとも全て吹き飛ばしてから、不思議バースでギガンディダノスなどで動きを封じ、相手を完封して総攻撃を仕掛ける。盤面除去と墓地肥やしに長けた動きが墓地ソースの魅力となっています。そのどちらの動きも取れるハンマダンマは、非常に相性が良いカードと言えるでしょう。また似たような理由から現在流行っている、シバンリンネでも採用されています。こちらも墓地ソースに近い動きで、墓地を肥やしてから大型クリーチャーを出し、不思議バースでシバンリンネを召喚。その後リンネを除去して離れた時効果で、墓地から4以下のクリーチャーを全て出します。残った墓地を山札に加えることでジャオウがゼロを踏み倒し、全体 SA で総攻撃を仕掛ける。それがシバンリンネデッキになります。このデッキでのハンマダンマは墓地ソースでの役割に加え、シバンリンネの蘇生対象である4以下のため、終盤の攻撃役やジャオウがゼロの踏み倒し条件の調整など、他のデッキ以上に器用な動きができます。特にジャオウがゼロは大体コストに墓地が8枚必要なため、シバンリンネの強制蘇生の後だと墓地が足りなくなるため、墓地の枚数調整が難しい場合がありました。しかし任意肥やしのハンマダンマとブラッディを合わせることで、細かな枚数調整が可能なため雑に特攻が可能です。受け札から中継ぎ、爪の調整など、非常に器用なカード、ハンマダンマと愉快な仲間たちの紹介でした。続いては順当な魂ドデッキ、アナカラ・アロマノフの紹介です。このデッキは2コストでブーストし、デドダムやジルコンでリソースを稼ぎ、バイケンのビジョンやナーガのリングなどの魂ドを出し、カースマインドやロマノフスターでさらに魂ドを展開、バイケンやアダム王がマックスで守りを固めつつ、カースマインドやナーガのリングで、アドバンテージを稼ぎ続けて勝つデッキになっています。ここで活躍するのが新スターターの便利魂ド、アビスダイナーです。このカードは各ターン味方が初めて攻撃するとき、そのクリーチャーよりコストの小さいクリーチャーか魂ドを、文明指定なしで墓地から蘇生することができます。進化などの指定もないため、前期のスターマックス進化と相性が良く、軽減効果で早期にロマノフスターを出し、その攻撃時に6以下を自由に蘇生して、早期に莫大なアドバンテージを稼ぐことができます。特に置物のナーガのリングは強力で、各ターン初めて墓地からカードが離れた時、ハンデスか1ドローを選ぶことができ、アナカラーハンデスなどのコントロールデッキで、核となるほどのパワーを持つカードになります。ロマノフスターの効果とダイナーの効果で、ナーガのリングを同時に2枚展開などされた日には、相手は毎ターンにハンデスされる恐怖と戦うことになります。他にもバイケンのビジョンで守りを固める、診断の魂ドクリーチャーなどを採用して、攻撃手段を増やすなど様々な戦略を取ることができます。パーフェクトネイチャーやヘブンズゲートなどで、同時展開の強さは多くのプレイヤーがご存知かと思いますが、このダイナーロマノフはそれを毎ターン行えるので、その強さは十分理解できるかと思います。また展開するのが魂ドなため除去されにくく、盤面処理が難しい厄介なデッキに仕上がっております。お次も食卓デッキ、現在話題沸騰中の食卓波動の紹介です。このデッキは大型クリーチャーでありながら踏み倒し手段の多い波動と、そのコストの大きさを存分に発揮できる、食卓のシナジーを目指したデッキになります。墓地を肥やしつつ食卓を展開し、ガイアッシュもしくはビッグバンフレアで波動を踏み倒し、アタック時に9以下を追加で踏み倒しつつ、おまけに波動でエクストラターンを得て、一気にゲームエンドへ持っていくコンボデッキになります。ここまではリソースを稼ぐデッキがほとんどでしたが、このデッキは一瞬の突破力に極振りしたデッキで豪快そのものです。ダイナーは魂ドなので除去されにくく、最速ではライフ、ダイナー、フレア波動。フレアで捨てたクリーチャー蘇生で4ターン目に圧倒的暴力で、ゲームエンドを迎えることになります。ここでアイアンマンハッタンなどを出せた場合、効果で後続を縛りながらシールドを2枚残してブレイクされ、波動で残った2枚をブレイクされ、そのままアイアンマンハッタンで止めという、エクストラターンを得る前にゲームが終わるという、波動なのにエクストラターンがないという珍事が見られます。
豪快な戦いが好きな方はぜひ組んでみてはいかがでしょうか。今回は、新スターターのカードを使用したデッキをテーマに、独断と偏見でノミネートしていきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。